今日はエビマヨ風のちくわマヨを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はエビマヨ風のちくわマヨを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、スーパーでもお安く手に入るちくわをエビマヨ風に仕上げていきたいと思います。材料はとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、薄力粉、片栗粉、お水、マヨネーズ、ケチャップ、牛乳、練乳、レモン汁、塩、胡椒、そしてサラダ油も使っていきます。ということで今回はね、ちくわを使った簡単おかずです。ちくわマヨといってね、エビマヨのエビをですね、ちくわで代用して作っていきたいと思います。今回味付けのポイントはこちら、練乳ですね。練乳を加えると練乳のコクが加わってとてもリッチな仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにちくわマヨの味付け調味料を合わせていきます。まずマヨネーズ、そしてケチャップ、あとは牛乳、レモン汁、そして今回の味付けのポイント、練乳を加えます。そしてこれをよく混ぜましょう。そしたらね、軽く塩コショウを振ります。そして混ぜましょう。塩コショウでね、少し味を整えてください。はい、これでちくわマヨのタレは完成です。こちらは使うまで置いておきます。続いてちくわを切っていきます。ちくわの切り方はお好みで OK です。今回私は斜めに切っていきます。はい、こんな感じで切りました。ではね、残りも同じように切っていきます。お好みでね、輪切りとかにしていただいてもいいかなと思います。はい、ちくわはこれで OK です。ではね、衣を作っていきます。まず薄力粉、そして片栗粉。片栗粉を加えるとね、サクッとした仕上がりになります。そしてここにマヨネーズ。このね、マヨネーズを加えていただくとサクサクに仕上がります。あとはお水ですね。これをよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。はい、衣はこれで OK です。ちょっとね、とろみがつくような感じの仕上がりになります。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。そうしましたら、ここにですね、ちくわを入れます。そして衣を絡めましょう。はい、OK です。それでは今からこちらのちくわを油で揚げていきます。今回ね、少量の油で揚げていきます。そこから5ミリほどの油を注ぎ入れます。はい、OK です。そしたら火にかけます。火加減中火でだいたい1分ほど油を温めてください。はい、1分温めました。そしたら火加減弱めの中火にしてちくわを揚げていきます。やけどしないようにね、注意してください。衣がね、カリッとするまで揚げていきましょう。はい、でこのようにね、いい揚げ色もついてカリッとしたら取り出します。はい、このようにね、衣がカリッと揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、揚げ終わりました。ではね、このまま3分ほど油を切ってください。それでは最後仕上げていきます。作っておいたこちらのタレにちくわを入れていきます。はい、そして全体に絡めます。はい、こんな感じで絡めました。美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これでエビマヨ風のちくわマヨの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかりタレも絡んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。味はエビマヨですね。すごく美味しいです。そしてこのちくわの食感もまたいいですね。これはね、お子様も好きな味だと思います。お弁当のおかずとか、あとお酒のおつまみにもぴったりだと思います。はい、という
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビマヨ風のちくわマヨのポイントです。まず今回の味付けなんですけれども、練乳を加えました。この練乳を加えていただくことでコクとまろやかさがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ぜひね、入れてみてください。そしてちくわなんですけれども、こちらはお好みの切り方をしていただいて OK です。今回私はね、斜め切りにしたんですけれども、1、2センチぐらいのね、輪切りに切っていただいても OK です。そしてちくわの衣のポイントです。今回衣に片栗粉とマヨネーズを加えました。そうすることでサクッとした衣に仕上げることができます。さらに衣もしっかりつくので味が馴染みやすくなります。そして揚げるときはですね、今回少量の油で揚げることができます。なのでとても手軽に作ることができます。揚げ終わったら3分ほど油を切って、その後作っておいた調味料と合わせて召し上がってください。最後合わせる時のね、つけだれの量に関しましてはお好みで調整してみてください。もし余った時はね、お野菜などをつけて召し上がっていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわマヨを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。